はいどうも、青函溶接職人チャンネルのカジです。あなたのコメントやチャンネル登録、高評価が私のモチベーションです。質問、感想何でもいいのでコメントいただければ幸せます。はい、今回は歪みを理解しようの第2回目となります。歪みのことを深掘りする前にどうしても言っておきたい、なるべく歪ませないように溶接する方法について解説していきます。歪み取りはとても時間のかかる作業になります。できればしたくないですよね。溶接して終了だとどんなに楽か。ただし今回のやり方は主に製管に携わっている人が考えることかもしれません。溶接屋さんは時間との勝負になると思いますので、製管の溶接方法なんてやってらんねえよって思う方もいらっしゃるとは思います。しかし全体の工程から言えば必ずプラスになりますし、いい品物にもなります。知っておいて損はありません。それでは早速いってみよう。はい、今回は溶接して歪みをなるべく出さないための高速方法や考え方について解説します。歪みはなぜ出るのかは、歪みを理解しようの第1回目を見てもらった方は分かりますよね。まだ見てないよって方は概要欄にリンクを貼っておきますので、視聴してからこの動画を見てもらえればより分かると思います。そうです。熱がかかると縮みが出て歪んでしまいます。そしてバックステップ溶接法の動画で少し触れた支点より終点の方が応力が大きくなるということも考えなければなりません。しかしまず最初に考えてほしいことは、今から溶接する品物は高速した方が良いものなのか、自由に歪ました方が良いものなのかということです。自由に歪ますというより高速する必要がない場合ですね。何でも高速して溶接するのも工程が増えるだけで効率のいいものではありません。まだ製管の経験が浅い方などは、してもしなくてもいいような高速をして溶接している場面を見かけたりします。何でもかんでも高速という考えは捨てた方がいいでしょう。しかしまだ経験のない方は不安で高速してしまいます。その気持ちもよくわかります。高速をするかしないかは品物の形や板厚、大きさによって様々ですし、どのような歪むものなのか想像できなければ適切に高速溶接はできません。ではどのような時にどのような考え方で高速するのがいいと思いますか？例として図のようなアングルを四角に組む時を考えましょう。ちなみに私はこのような場合、高速という高速はしません。仮付けの状態でぶつけたりして変形しないようにする程度と考えます。もし高速するなら高速の仕方一つで変わってきます。まず高速する場所について考えてみましょう。このように対角に針を入れるのとハの字に入れるのとはどちらがいいでしょうか？私は針を入れるならハの字に入れます。対角に自由に動く角を置きたくないからです。対角の角が同じように動いてしまうと対角寸法が狂う可能性が上がります。なので入れるならハの字に入れます。三方の角度が動かなければ対角は狂いにくいはずです。今度は針を入れる距離を考えましょう。この2つの図を比べてどちらを選びますか？右の図の方がてこの原理で歪みにくそうなのですが、どうでしょう。溶接の縮みの力はとても強いので、どんなに高速しても縮むものは縮みます。なので材料の板厚や強度によりますが、針の距離が長いとその間で曲がってしまい、あまり意味がありません。最悪の場合、その間で変に曲がってしまっておかしなことになってしまう可能性もあります。かといって近ければ溶接がしにくくなったり、力がかかりすぎて針が外れたりすることもあります。
経験から言うと、入れるなら角から400から500くらいのところに入れるのがいいと思います。小さなものなら入れなくてもいいでしょう。何度も言いますが、熱がかかると縮むものは縮みます。ここは自然の断り、宇宙の断りなので、変えることができないと考えてください。どんなに拘束しても縮むものは縮むと考えて拘束しましょう。次に歪みの出にくい溶接手順の話をします。私はアングルにせよチャンネルにせよ、このような四角の場合の大半は拘束という拘束はしませんと言いましたが、歪みを考えないわけではありません。3つの溶接の仕方で歪まないように気をつけています。この考え方はすべての製作する製品に対応しているので重要です。1つ目は左右上下を対称に溶接します。例として右下の外側を溶接したら左下の外側とか、右下の隅肉を溶接したら右上の隅肉などと鏡写しに進めていきます。対角を先に溶接することは絶対にしません。2つ目は一つ一つの溶接する順番です。順番は突き合わせの面をすべて終わらせてから隅肉溶接です。隅肉よりも突き合わせの方が引っ張る力が小さいという理由もありますが、図で説明するとこうなります。このようにならないよう突き合わせから溶接します。3つ目は溶接する方向です。溶接方向は歪みやすい方から歪みにくい方へ溶接します。何かの原因で隙間ができてしまった時などは、隙間のある方から溶接することもありますが、基本的には歪みやすい方から歪みにくい方へ溶接します。動画を見てください。このようにフラットバーのセンターに溶接ビードを置くとどうなるでしょう。支点より終点の方が入熱が大きくなるため、終点方向に曲がってしまいます。そのため歪みやすい方から歪みにくい方へ溶接した方が結果歪みにくくなります。これは角度が狂った時にも修正しやすい方に歪ませています。例えばチャンネルを例に挙げると図のように溶接します。黄色の部分はどちらに走ってもいい部分です。赤い矢印は左に走っていますが、チャンネルは左方向に倒れにくいですよね。曲がったとしてもこちらを焼いて修正する方が楽です。話をアングルの四角に戻します。まとめると、この図の場合はこのような順番と方向で溶接することになります。赤色は外側、黄色は内側の溶接と思ってみてください。赤矢印1を全体図の1から4の順番で溶接します。次に赤矢印2を同じように全体図の1から4の順番で溶接します。黄色矢印も同じように溶接していきます。このような手順で溶接すれば、仮付けの時点で対角が狂ってさえいなければ、まず歪まずに溶接できるはずです。歪みが出たとしても少しの修正でいいと思います。ここで溶接の方向を考えるだけで歪みが少なくなる例を紹介します。板をフラットバーでクロスに補強する場合です。この写真のように板にフラットバーなどの補強が取り付くことはよくありますよね。
こういった時、板が落ち込みませんか？拘束できる状態なら裏からジャッキなどで押しておくこともできますが、拘束が難しいこともありますよね。拘束せずに落ち込みをある程度落ち込ませないように溶接するにはどうしたらいいと思いますか？たまたま制作している品物にこのパターンがあったので紹介します。先にフラットバーの格子だけ溶接してしまってから板に仮付けするというパターンもありますが、今回は複雑な格子のため、板にフラットバーを仮付けしながら長さを合わせて製作したパターンになります。溶接手順は、クロス部分をすべて先に溶接してから板とフラットバーをタップ溶接しています。重要なところは、このクロスした部分は上から下に溶接しているところです。この時、熱がかなり集中してかかってしまうので、連続で4方向を溶接はしません。少し冷めるまで違う箇所に手をつけながら効率的に冷ましながら溶接しましょう。今回は何も拘束していませんが、あまり落ち込みは見られませんよね。先ほど見た動画でもわかるように、フラットバーにビードを置くとこのように曲がります。これを応用してクロス部分を溶接すると、上に持ち上げる力が働くので落ち込みを少なくすることができます。次に紹介したいのが常磐などに拘束する方法です。これは先ほどの拘束とは全く違う考え方です。常磐や厚めの板などを押し付けて溶接します。主に薄板の時に使いますが、歪みを拘束するというより熱を逃がしてあげるという考え方で拘束します。熱がかかれば縮んで歪むと言いましたが、逆に熱がかからなければあまり歪まないということになります。なので常磐に押し付けて溶接すれば常磐に熱が逃げてくれるので、歪みがある程度抑えられます。ここで大事なことは、少しでも隙間があると効果が激減するということです。万力やウェイト、矢などを駆使して抑えましょう。他には皆さんおなじみの逆歪みなんかも効果的です。しかしこの逆歪みも形や板厚などに注意して効果的に使わないと意味がありません。逆歪みの程度、位置、溶接方向などを考慮しましょう。私は鉄、非鉄金属に無理やり接してもいいことがないと思っています。鉄、非鉄金属が縮みたいように動いてもらって歪みが少ないのが一番だと思います。しかし実際そううまいことはいきません。いかに残留応力が少ない状態に持っていくかが大事だと思います。応力については他の動画で紹介しようと思っていますので、アップされた時はチェックしてみてください。とにかく金属にあなたはどうなりたいのかと問いかけ、理解してあげないとうまく歪みをコントロールすることはできないと思ってください。こうなるともう変態の域ですけど。はい、今回の動画はどうでしたか？自由に歪ませたものを後で歪み取りする方がいいのか、歪ませないために少し手間をかけ工夫し歪み取りをなるべくしない方がいいのか、ものによるとは思いますが、私はできれば歪み取りをしたくないので、面倒でも本編で解説した3つの注意点を考えたりして溶接しています。皆さんはどう思いましたか？この仕事に正解はないと思っています。お客様が満足して自社が儲かっているなら正解です。少しでも皆さんのこの動画が参考になれば幸せます。はい、質問等ありましたらコメントしてください。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではご安全に。